はいどうも、今日はですね、植え替え後に盆栽をねちょっとどこに置くかっていう話をねしようかと思います。まあ全く慣れてない方だとどこに置いたらいいかとかどういう管理したらいいのかなって分かんないと思いますし、多分ね植え替え後失敗するのって、時期外れてるとか、あとすんごい根切っちゃったとかって以外だったら多分管理の方の問題だと思うので、今日の話をね参考にしてもらえればなと思います。で早速なんですけど、植え替えといえば大体春か秋か、あと僕よくやってる、松ですね、黒松赤松なんかは、夏に植え替えしたりしてますけど、それぞれですね一応終わった時に、基本的には、根を一回ちょっと切っちゃってるので、その傷を回復させるために、半日陰とか明るい日陰とかに置きましょうっていう話になってるんですね。でちょっと待ってくださいね。ちょっとね横に画像を出しますけど、例えばね、赤松を植え替えしたとして、そうだな、春先だとよいしょ、こういうね盆栽棚のちょっと下の方、少し下の方に日があんまり当たらないところにこう置いといて、でそうだな、だいたい10日とか2週間ぐらいは本当は置いとくといいんですけど、だいたいその前に上に乗っけちゃうんですけど、僕の場合は、それぐらい休ませてから日向に出すのがいいと言われてますね。これは普通の雑木とかでも同じですし、秋はそもそもそんなにね切り戻さないので、そこまでこうしっかりね保護してあげなくてもいいかなとは思うんですけど、一応安全を考慮した場合はやった方がいいかなと思います。でこの写真だと肥料乗っかっちゃってますけど、肥料はよく言われるパターンだと植え替え後1ヶ月後ぐらいからがいいですよっていうことになってますね。肥料をね盆栽あげなくても枯れることはないのでゆっくりあげればいいんですけど、だいたい僕も何かの肥料を変えるついでにと思って一緒に乗っけちゃって1ヶ月も結局経たないままに乗っけてるんですけど、それでも枯れもしないので、あげてもあげなくてもどっちでもいいし、それもやっぱり安全を考慮して1ヶ月後っていうのもありかなと思います。で、よりですねもっとこう何て言うんだろう、太陽というか日照に弱い、例えばこれエゾマツですね。エゾマツなんかはもっとね日の当たらないところですね。ちょっとね映像汚くてすいませんね。ベランダの端っこなんで、こういうあんまり日の当たらないところにねちょっこり置いてますね。もちろんそのベランダに直置きじゃなくてなんか敷いたりとかしますけど、こんな感じのちょっと暗いところに置いて休ませてますね。でこの辺はこれですね、関所か、草物も一緒ですし、そうだな、草物自体はそもそも置いてる場所がそんな夏とか、5月とかね暑くなってきた時に日の強いところに置いてないので、もちろん日の元に戻さないし遮光下に置いたりしてますね。うちだとだいたい 50% から 60% ぐらいの遮光ネット使って、そこで最終的にも管理するっていう形にしてます。あとは同じ松類、これ黒松ですね。これ黒松ですけど、やっぱねこういう小さいものになると、どうしてもですね、水切れも早くなりますし、そもそもこれも、遮光ネットの下でしか管理してないので、これも同じように結構暗めのとこで管理してそのまま遮光ネットの下って感じですね。あとそうだな、ちょっと特別な例としてさっきのねこの赤松ですね。赤松をそのままですね植え替えた後に、夏だけなんですけども元の棚の場所に戻してそのまま日の当たるとこに置いちゃうっていう方法があって、これねどっちがいいかってちょっと僕もね難しいんですけど、一応去年やった限りでは全く問題なく、元気に育ってますんでいけるんだなっていう感じです。本来は根を切った分をこう回復してそこから元気に育っていってもらうために一回日の当たらないとこ、日の当たりづらいとこ、明るい日陰とかに置いて、ゆっくり休ませて傷を回復してから戻すって感じなんですけど、8月とかね暑い時に赤松黒松は結構根がね伸びるので、そこで切った根をすぐね戻してもらうために日向に持ってって光合成して栄養を蓄えて根を出しましょうみたいなね、
そういう感じなんだと思うんですけど、どっちも一応合理性があって、その辺はねどっちがいいかってちょっと何とも言えないんですけど、さっきみたいなこういうね小さいやつはさすがに無理だと思うんですけど、写真に写ってたようなちょっと商品ぐらいだったらいけますんで、そこはまたご自身の、棚場の環境だったりとか、盆栽の元気のね度合い、すごい元気だったらいいと思いますけど、弱ってる木いきなりそこに戻すのは危ないと思うので、その辺見たりとかしてですね考えていただければと思います。そうだな、あとは今お話ししたのはあくまでうちの例であって、基本的にはこうですよってよく本とかにも載ってるので、そういうのも参考にしながら自分に合うパターンをちょっと模索してもらって、僕の意見は参考程度に、こういうのもあるんだなっていうことで、必ずしも基本通りじゃなくても大丈夫っていう感じで見ていただければと思います。植え替え後ですね、失敗しなければ、管理失敗しなければ大体元気だと思うんで、こういうのね参考にしてやってみていただければと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。